お世話になっております。マサルです。今回はサンドボックスとコードサイニングについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まずサンドボックスとは何か概要をお話しします。その後にコードサイニングとは何かについても勉強して、最後に BIOS パスワードと HDD、SSD の暗号化についてお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。サンドボックスとは安全な領域で不審なプログラムを動作させることができる機能のことを言います。サンドボックス内で実行したプログラムは許可された特定のリソースしか利用できないため、システム自体に影響を与えることなくプログラムの挙動を確認することができます。ちなみに Windows 端末の一部には Windows サンドボックスという機能があって、その機能を使うと PC 内に仮想的な PC を作ることができます。仮想的に作成した PC をサンドボックスとして利用することで、疑わしいプログラムなどの挙動を確認することができます。実行してみて問題がなければ良いのですが、もし何か問題があれば隔離などを行います。Windows サンドボックスについてはおまけトークで補足したいと思います。次はコードサイニングです。コードサイニングとは、作成者がプログラムのハッシュ値にデジタル署名をつけることによって、利用者がプログラムの改変の有無や作成者のなりすましを確認することができる仕組みのことを言います。利用者はアプリケーションやドライバーをインストールするときに、プログラムについているデジタル署名を検証します。皆さんも目にしたことがあると思いますが、ソフトウェアをインストールしようとしたときに、このソフトをインストールしても良いですかみたいな画面が出ると思います。その時に発行元の情報などを見て確認できるのは、このコードサイニングの仕組みがあるおかげということですね。インストールをする前にコードサイニングの情報を画面に表示することで、作成者のなりすましを防ぐことができます。利用者がインストールを許可した場合にアプリケーションやドライバーがインストールされます。次にクライアントセキュリティの手法として BIOS パスワードとハードディスク SSD の暗号化についてお話しします。会社のルールでパソコンに対して BIOS パスワードの設定をしている方も多いと思います。BIOS パスワードを設定しておくと、パスワードを知らない第三者はこのパソコンのシステムを起動させることができなくなります。しかし BIOS パスワードだけではハードディスクや SSD の情報は保護できていないことを知っておきましょう。もし BIOS パスワードを設定していたとしても、ハードディスクや SSD を取り出して別の端末に接続すると、それらの情報が読み取られてしまいます。このような事態を防ぐために、ハードディスクや SSD の暗号化を行うことで情報の流出を防ぐ必要があります。BIOS パスワードだけではなく、ハードディスクや SSD も暗号化して情報流出を防ぐようにしましょう。以上、今回はクライアントセキュリティとしてサンドボックス、コードサイニング、BIOS パスワードとハードディスク、SSD 暗号化について勉強しました。最後に少しだけお知らせです。情報処理安全加工支援書をテーマにした本・動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。書籍化できたのはこの動画を見てくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、応援よろしくお願いいたします。それではおまけトークです。今回の動画ではサンドボックスについてのお話をしました。その中で Windows サンドボックスを紹介したので、Windows サンドボックスとはどういうものなのか、使うまでの手順を含めてお話ししてみたいと思います。まず Windows サンドボックスを使うためには設定変更が必要です。Windows の機能から Windows サンドボックスの欄にチェックをつけてください。その後に再起動をします。するとアプリから Windows サンドボックスが選択できるようになります。こちらを選択して Windows サンドボックスを起動すると、このような画面が出てきます。Windows PC の中に新しい Windows PC ができたような画面になります。この中にできた Windows PC はサンドボックスになっているので、疑わしいファイルはここで実行しても本体の PC には影響しません。サンドボックスを使ってみるといろいろ実験ができて面白いと思います。ぜひ試してみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。